こんばんは、語り手です。量産機シリーズ第4弾ということで、1機だけではありますが、外伝でも登場しているジェガンをフル改造してみたいと思います。今回の比較対象としてダブルゼータと比べてみると、改造前は走行、攻撃力、武器の地形適応で大きく劣っているのが分かります。ボーナスや強化パーツをつけなくとも、武器のほとんどが空、陸泳かつ主要武器の攻撃力の差が700ほど開きがあります。ではここからフル改造をしてボーナスを空に振ります。武器は費用が33万5000で、攻撃力の上昇率が1600となり、最大攻撃力が3900となります。ダブルゼータの場合だと費用が52万の攻撃の上昇率が800で、最大攻撃力がハイメガキャノンの3800となります。なのでフル改造したジェガンのビームライフルはハイメガキャノンを超えた威力となります。さらに量産機特有の強化パーツ4つをフル活用してみると、武器の地形適応も海以外全て A で、さらにハイメガキャノンを超えたビームライフルを持つジェガンの誕生となります。ちなみに同時期に入手していた強化パーツとフル改造した結果、運動性と最大攻撃力でジェガンより劣る形となりました。マップ兵器との違いはありますが、射程後で移動後に撃てるハイメガキャノン超えのビームライフルを試していきたいと思います。本日は主要メンバーが不在のため、珍しいメンバー構成で戦うステージとなります。このギャバン隊長とガロード氏以外、お嬢さんたちだけで戦う展開となります。では早速ダブルゼータの運動性とパワーを超えたジェガンで試し切りといきたいと思います。そっちの考えてることなんて全部分かっちゃうんだから。やろう、こうなりゃやけだ。ねえねえジュド、今のを見てくれた？フル錠に切られて変なスイッチが入ったではなく、やけになった大人たちが仕掛けてきたので、私ビームライフルでモビルスーツの操縦には自信があるもん。しぶとさには自信あるんだよ。あっかんべーだ。そんなの避けられるもん。あっちへ行っちゃやっぱりここまでだ。しなここまでだ。そしてラストはアルファ時代から引き続き必殺のハンドグレネードで変なスイッチの入った大人たちの殲滅となりました。ここからは気を取り直して量産機と援護をテーマに進めていきます。やろう。かわせた。これはおまけだよ。脱出だ。まず前回から登場している命中率に全振りをしているザメルと初登場のメシェージョーですが、相手のレベルが30近い中、まさかのレベル11での出撃となっています。ただ能力を比較した場合、18のレベル差で命中、回避、技量の差が約10ということは意外と優秀なのかもしれないメシェージョー。そのレベル差を補ってくれるのが命中補正100超えもしているザメルと運なります。転は飛行機と似たようなもんなんだから。やっぱりこうなっちまうのかよ。確実に攻撃を当てられるのでレベル上げも可能としてくれる機体ですね。そして
次は援護スキルに注目です。こんなものこれでその程度じゃこの船は沈みやせんよ。敵から集中して狙われるファ軍曹ですが、こっちややだ、敵の弾が当たってんの？そこ楽な仕事のはずじゃなかったのかよ。援護スキルがあるお嬢さんたちで連携することでレベル差や能力差を補う戦い方ができます。そこを動かないでよ。その程度じゃ。やってみせる。当たって。ランドシップと互角にやり合おうってのか。やっちゃうからね。バカ野郎。もう怒ったんだから。そう限界か。やーい、へったくそー。うたー。やらせない。このままじゃ終わらせないからね。そう限界か。そして最後はお嬢さんらしい精神コマンドでカバーしてランドシップを落としに行きましょう。運転は飛行機と似たようなもんなんだから。山殿出した所詮ザメルの運転は飛行機のようなものということで3人の良き連携で資金を獲得しレベルを上げていくメシェージョですね。このプレシア城とディアブロは後半で武装が追加されるのでそこで改めて注目していきたいと思います。相手じゃない。私にだってやれる。こんな奴がいるなんて聞いてねえぞ。いつまでもロダンに頼ってばかりはいられないんだから。助立ちさせてもらうぞ。バカ。よし、狙い通りだ。食らえ。こちらも機械人形の扱いには慣れている。行くぞ。ルジャーナ魂を見せてやる。あんの戦いはまだこれからだ。バカだ。空中戦を取得したソシエ城と機械人形の扱いに慣れたギャバン隊長で締めた後はバザーでお買い物と行きます。アルファでは受動士が乗ってきて手に入るドーベンウルフをバザーで購入したいと思います。早速ドーベンウルフのフル改造した性能を見ていきます。費用は46万5000、攻撃の上昇率が1200で最大攻撃力が4200となりジェガンとダブルゼータの攻撃力を上回りましたね。一部の武器が陸 B のため防塵装置をつけ、もう一つの欄には超合金 UZ で装甲を霧の良い2000にしておきます。バザーで購入できる機体が縮体砲装備型のネオグランゾンと同じ2000となりラスボス級の装甲を持つ機体となりました。ポーラ氏とゲバラ氏によって乗っ取られたアイアンギアを止めるべく出撃となります。
ただ敵を全滅させるだけでなく、大ターンと他の3機の機体で囲んで動きを封じるのも勝利条件となります。空を飛ぶウォーカーマシンが出てきたところで、このハイメガキャノンを超えたメガランチャーを持つドーベンウルフならば、やってやるぜ。あんなのに耐えられるわけねえ。なめるな。なんだと。結果は同じかよ。さらに呪導士との信頼補正をかけて、あっちへ行っちゃえ。柔道の分も頑張るんだから。結果は同じかよ。悪いけど渋さにかけちゃあんたより父ちゃんの方が上だね。ねえねえ柔道、今のを見てくれた？柔道の邪魔すると許さないからね。なかなかやるね。甘いんだよ。たまらないわ。私鳥にでもなりたい。なめるな。俺のマシンが。射程が長いドーベンウルフと本日のもう一つのテーマである援護で一気にブレーカーさんたちを殲滅します。さあ撃て。なめるな。私も攻撃する。柔道の邪魔すると許さないからね。死んだ。足場を張られるな。あっかんべーだ。これで終わりにしてあげる。この船が沈むなんて。アイアンギアーに乗るホーラシですが、こちらからの攻撃を全て防御をする戦い方をとってきます。しかしその防御もこの信頼補正と援護とメガランチャやー、ってやるぜ。さらに熱血の前でなめるな。兄貴危ねえ。私も攻撃する。兄貴危ねえ。これで終わりにしてあげる。私だってゼータガンダムを使えるのよ。やべえよ兄貴。一体いつになったらキャプテンと言えるようになるんだよ。援護もあり十分に活躍できるルールカさんですが、なぜか呪導士との信頼補正がないのが残念なところです。甘いんだよ。まだまだ私もいるよ。こんなセリフは吐きたくないが、ひとまず退却だ。改造費と武器の上昇率に強化パーツの装備数で強力な戦力となる量産機たち、今後も活躍に期待ですね。本日も最後までご視聴ありがとうございました。